こんにちは。今回は今更ですが、リップモンスターの全色レビューをしていきます。落ちにくいリップはいろいろと試しているんですが、やっぱりリップモンスターは落ちにくいし、落ち方が汚くないなって思います。リップモンスターの定番色をいつの間にか全色揃えていたので、全色レビューしていきます。若い方の全色レビューの動画はいくつもあったので、アラフォー大人世代の目線でお話ししていきます。この動画では全色の腕のスウォッチ、唇のスウォッチで色比較、おすすめの付け方などをお話ししていきます。では早速型番順に腕のスウォッチとリップスウォッチをしていきます。リップスウォッチではたっぷりと2度塗りしたツヤを最大限に出した状態とティッシュオフしてツヤを少し抑えた2パターンをお見せしていきます。アラフォーの私的にはツヤツヤだとちょっとつけにくいなと思っていますので、同じような考えの人はティッシュオフした状態を参考にしていただければと思います。あと発色のご参考までに私のすっぴんの唇はこんな感じです。ちょっと紫がかった色をしています。まず01番欲望の塊です。公式説明ではピンクレッドです。個人的にはかなり明るさを感じるカラーで、蛍光ピンクとかショッキングピンクっぽさがあると思います。発色重視の方にはいいのかなと思いますが、大人にはなかなか難しいカラーだなと思っています。02番ピンクバナナです。公式説明では血色感のあるマロミピンクベージュです。私的にはベージュ感はあんまり感じていなくて、ピンクグレープフルーツのピンクっぽいカラーに感じました。明るくてジューシーなカラーに感じます。01と02を一旦比較すると似ている感じがしますが、01の方が青み寄り、02の方が黄色みに寄っているかと思います。03番かげろうです。公式説明ではロゼベージュです。色味としては薄めですが、日常使いしやすい淡いコーラルベージュという感じがします。個人的には春夏に一番よく使うカラーで、自宅用と会社用と2本持っています。04番パンプキンワインです。公式説明ではワインの深みを感じるテラコッタブラウンです。公式説明通りのイメージを持ちました。リップモンスターはオレンジブラウン系のカラーが多いですが、中でも深みを感じる秋向きのオレンジブラウンだと思います。05番ダークフィグです。公式の説明では奥行きのあるブラウンレッドです。何とも言えないカラーで、ブラウン味もあるし、ボルドーっぽさもあるし、グレーっぽさもある不思議なカラーです。顔色が悪く見えるという口コミも見られるカラーです。個人的には単色使いよりも明るいカラーのリップモンスターと混ぜてくすみを足すのに活躍してくれています。06番2時 AM です。公式説明ではディープレッドです。赤みの中にも少しだけパープルっぽさもあるカラーです。最近買ったリップモンスターですが、赤みとかボルドーっぽさとか適度な深みがあって使いやすいなと思っています。07番ラスボスです。公式説明ではくすみ系ローズレッドです。私的にはくすみはあんまり感じなくて、かなり鮮やかなローズレッドに感じています。個人的には単色で使うとちょっと顔色から浮く感じがします。08番モーブシャワーです。公式説明ではアンニュイなモーブピンクです。映像には映りにくいのですが、ブルーパールが入っています。透明感のある白身のピンクで、ちょっと近未来感というか宇宙人感というかユニコーン感というか、そういう感じがあります。個人的には正直単体では使いにくいカラーです。09番水晶玉のマダムです。公式説明ではスカーレットレッドです。スカーレットというのはやや黄身寄りの赤を表すかと思いますが、私的には黄色みに偏っていないニュートラルな赤に感じました。ツヤが出た時に確かにガラス玉のような透明感も感じる赤です。私は赤リップが苦手なんですが、割と使いやすい赤だなと思いました。10番地底探索です。公式説明ではブリックブラウンです。秋に使いやすいオレンジブラウンという感じです。4番と比べるとこちらの方が明るくて赤いカラーかなと思います。オレンジブラウン系のカラーが多いので、後で色比較していきます。11番5時 AM です。公式説明ではダークブラウンです。私的には秋冬に使いやすい落ち着いたベージュ寄りのブラウンだと思います。個人的に秋冬によく使うカラーで、会社用と自宅用の2本を持っています。春夏に使うとちょっと顔色がくすむかなと思いますが、秋冬のオフィスメイクにとっても活躍してくれたカラーです。
私的に春夏によく使う03番と秋冬によく使う11番を比べるとこのくらいの色の深みの差があります。リップモンスターでベージュ系と言えるのはこの2本かなと思います。12番誓いのルビーです。公式の説明ではルビーレッドです。他の赤系のカラーと比べてもボルドー寄りの赤かと思います。グリグリ塗りだとちょっと使いにくいけど、ポンポン塗りしたりティッシュオフしたりすると使いやすいです。ブルベっぽい血色感ができます。ここで赤系のカラーを一度比較しておくとこんな感じで差があります。唇の発色だと違いが分かりにくいですが、下の腕のスウォッチを見ると細かな違いがお分かりいただけるかなと思います。13番3時 AM のほろ酔いです。公式説明ではスモーキーピンクです。08のモーブシャワーのブルーパール抜きという感じですが、もう少し青みも引かれている感じがします。個人的には08より使いやすい印象があります。08の方がラベンダー寄りのカラーで、13の方が薄ピンク感があるかなと思います。14番憧れの日光浴です。公式説明ではフレッシュオレンジです。初夏に使いたくなるような元気なオレンジブラウンかなと思います。アラフォーのシンプルな服装が多い私的にはちょっと顔色から浮く感じがしますが、でも真夏には使いたくなるカラーです。オレンジブラウン系を比べるとこんな感じです。後で細かく比較します。ご参考までにリップカラーコントロールベースの EX1 番忍ばせイエローについても載せます。黄色で唇のくすみをカラーコントロールして上から重ねる口紅の発色を引き立てるイエローリップ下地です。山吹色みたいなカラーで単体で使うアイテムではありませんが、ティッシュオフすれば単体でも日常使いできなくないかなと思います。前色のリップスウォッチはこんな感じです。腕のスウォッチと合体させたものはこんな感じです。似た色比較をしていきます。リップスウォッチだと色味の細かな差がわからないかもしれないので、腕のスウォッチも貼り付けてあります。カラーの細かな違いは腕のスウォッチのアップの画像をご覧いただければと思います。ピンク系をまとめるとこんな感じです。02のピンクバナナは少し黄身寄りですが、他は青み系のカラーです。13と08は白みがあるピンクで、0102は明るいピンクです。01と02を比べると01の方が青みより02の方が黄色みがあります。13と08は08の方がラベンダーのようなカラーで13の方が薄ピンク感があるかなと思います。レッド系をまとめるとこんな感じです。どちらかというと09がニュートラルな赤かなと思いますが、07、06、12は青みに寄ってると思います。その中でも07は青み少なめの赤、12は紫寄りの赤、06はその中間という感じがします。ピンク系、レッド系を合わせてみると青みのカラーが豊富な印象があります。ブラウン系などと書きましたが、ベージュ系やオレンジ系も含めました。オレンジブラウンが多いですが、03はコーラルベージュ感、05はモーブ感があります。特にオレンジブラウンに似た色が多いので比較しました。一番明るいのが14、オレンジ味もあります。次に明るくて赤みが強いのが10、少し深みがあるオレンジブラウンは04、落ち着いた深みとくすみがあるベージュブラウンが11です。11はオレンジ感が薄めかなとは思いますが、黄色みのあるブラウンとして比較しました。人それぞれ青み、黄みで得意なカラーがあるかと思いますので、青みを感じたカラー、黄色みを感じたカラーでも分けました。で、前色使ってみて個人的にちょっと苦手だったり苦手な方がいそうだなと思ったカラーをまとめてみました。私個人的には顔色から浮く印象があったのはこんなカラーです。もちろん顔色とか季節とか服の色、その方の雰囲気によっては浮きにくいとは思いますが、アラフォーで落ち着いた服やメイクが好きな私的には単色使いは難しいなと思ったカラーです。リップモンスターって元気いっぱいなカラーが結構あって、大人世代の方は特に使いにくいと思うことがありそうに思いました。で、このカラーの使いにくさの回避方法ですが、くすみカラー、特にダークフィグと組み合わせたりすると少しカラーを落ち着かせることができて使いやすいなと思いました。13番と5番を組み合わせるとこんな感じです。で、知らなかったんですけど、リップモンスターを組み合わせて使うのは公式サイトにも記載があってミックスモンスターというようです。で、13番と05番のこの組み合わせの名前はほろ酔いダークフィグというそうです。
なんかカクテルの名前みたいでリップモンスターってネーミングが面白いなと思います。で、今度反対にくすみを感じるカラーがこの4色です。私個人的には秋冬なら単色使いもできますが、顔色がなくなるという口コミもあるカラーを並べました。くすみの解決方法は明るいカラーや赤みのカラー、黄身のカラーと合わせると使いやすくなります。例えばくすみカラーに赤みをプラスするのは05番と12番を合わせたり、黄身のカラーにくすみを内側にプラスしたり、くすみブラウンに赤みを出すのも好きです。こんな感じでリップモンスターはミックスすることで結構楽しめます。グラデリップを楽しむのもいいアイテムだなと思います。あとリップモンスターは色味がシアーなので色の密度に物足りなさを感じることもあります。私的には他のブランドの密度が濃いツヤ系リップと重ねて楽しんでいます。例えば03のかげろうにコフレドールのスキンシンクロルージュ B242 を重ねて色の密度の高いベージュリップを楽しんだりしています。あとビゼの粘膜フェイクルージュもリップモンスターより少し色の密度が高いんですけど、これも相性がいいと思います。でこのグラデですが、リップモンスターはベースに使っても落ちにくさを発揮してくれると思うことが結構あるので、いろいろと試すと面白いと思います。ただ相性が良くないこともあって、リップモンスターとツヤ系のアイテムは割と相性がいいんですけど、リップモンスターとマットリップを合わせるとツヤが中途半端になって汚くなったりします。あとツヤ系同士で重ねても取り方がマットリップみたいに縦じわが目立つ感じで落ちることもあります。どういう組み合わせをしたらどうなるかっていう法則みたいなものはまだわからないのですが、いろいろと試すと落ち具合とかツヤ感が変わったりして面白いと思います。最後に私がもしリップモンスターを5本しか持ってはいけないとしたらどの色にするかというお話をしていきます。単色で使うというよりも混ぜてミックスモンスターにして使うのが好きなんですよね。その方が服とかメイクにジャストに合うっていう感じがしますので、ミックスする前提で選びました。でまず03のかげろうコーラルベージュをベースに持っておいて、くすみを足すために05番、赤みやボルドーっぽさを足すために12番、明るめのピンク感を楽しむために13番、明るめのオレンジ色を足すために14番を持っておきたいです。この5本があれば組み合わせによって絵の具みたいに絶妙なカラーが作り出せます。色味は皆さんの好みがあると思いますが、これだけカラーを揃えておけばどんなメイクにもどんな服装にも合わせられるかなと思います。リップモンスターはやっと在庫が安定して選びやすい状態になってきたかなと思います。皆様の色選びの参考になれたら嬉しいです。こんな感じでマイペースに購入品のレビューをしています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをいただけると嬉しいです。特にコメントは次の動画を作る励みになっています。いつもありがとうございます。ではではまた、バイバイ。